皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今日は冬に楽しめるアデレードのアクティビティ第2弾。なんとなく予想ついていた方もいらっしゃったかもですが、そうです。私たち今日はワイナリーに行きます。私は基本的に外に出かけるのが大好きなんですけれども、冬はね、やっぱりなかなか天気が悪くってハイキングにも行きたくても行けなかったり、なかなか外でのね、遊びができない日が多いので、そういう時でもこのワイナリー巡りは、雨が降ろうが風が冷たかろうができる冬のアクティビティだと私は思っています。暖炉の焚いてある部屋で素敵なワインを試飲しながら、また新たな自分の好きなワインを見つける。これは私がオーストラリアに来てから開拓した新しい日曜日の過ごし方です。そのね、新しいワイナリーを開拓した日曜日の様子と合わせて、今日は私とクリスがどのようにして出会ったのか、付き合うまでどのような経緯があったのか、そういうね、お話も一緒にしていきたいと思います。もしね、少しでも興味があるよっていう方は最後までご視聴いただけると本当に嬉しいです。その前にアデレードがある南オーストラリア州のワイナリー事情について私が知っていることだけを少し。南オーストラリアは世界でもね、有名なワインの産地です。そしてオーストラリアのワインの半分以上が実は南オーストラリア産なんですね。私も昔から飲むのは大好きでしたけれども、日本にいた頃はワインといえば赤、白、ロゼがあることぐらい、あとシャンパンと。銘柄なんてあんまり気にしてなかったし、その赤と白にもいろんな種類があるなんてあんまり気にしてませんでした。要は飲めたらよかったんですね。日本では基本日本酒とね、ビールが主な私のアルコール源でした。アデレードに移住してからの私はワイナリーの多さにびっくりし、ワインの種類の多さにびっくりし、そしてワインをね、もっと知りたいなって思うように自然になりました。そしてワイナリー巡り、ワインを試飲してから自分の好きなワインを見つけていくということがね、とっても楽しみになりました。そして新しいワイナリーをね、開拓することの楽しさも覚えたんですね。で、今日のワイナリーはここ。実はね、少し前に見つけていて、やっとね、今回訪問する機会ができました。はい。さて、このね、おじさんが登場したところで、本日の本題、私とクリスとの出会いについて少しお話ししていきたいと思います。クリスと出会ったのは2021年の2月7日。この日付はこれからも私たちにとって実は重要になる日になるんですけれども、世の中にはいろんな出会いがあると思いますけれども、何を隠そう、私とクリスは出会い系サイトで知り合いました。出会い系サイトの面白話も私結構いろいろ持ってるんですけれども、それはまたの機会で、今回はクリスとの出会いだけについてお話ししたいと思います。何度もね、お伝えしてますけれども、私はその基本的には一人で生きていくっていうふうにずっと決めていました。でもやっぱり友達はいた方がいいし、それもオーストラリア人の友達ならなおさらいいなと思っていたんですね。でも多分心の奥底では、願わくば将来のパートナーとなれる人と出会えればいいなって思いながら出会い系を続けていました。その中でも私がずっと探していたのは誠実そうな人なので、私はその顔写真よりもその人のね、プロフィールを重要視してずっと探していました。今でもね、覚えてるんですけれども、
クリスのプロフィール写真は自撮りでした。でそれも絶対この人慣れてないな、自撮りとかっていうのがもう写真でもわかるぐらい不器用さがあふれる写真を載せてたんですね。でなんかそれが私は逆に好印象で、さらにプロフィールもなんか全然軽い感じではなくって、なんか必要なことだけが書いてあるような感じでした。なのでね、イエスの方にスワイプしたらマッチしたんですね。だからクリスの方が先に私にイエスをスワイプしてたっていうことになります。でここから問題になるのは、どっちからメッセージをスタートするのかっていうことでね、私ね覚えているんですけれども、私から勇気を出してメッセージしました。でそこから数日間少しメッセージをしながら、一度会ってみようかっていう話になって、初めて会ったのが2月7日なんですね。で普段は絶対に夜に初めての人と会ったりしなかったんですけど、なんでかね、今回は大丈夫だと思ったんですよ。パブだったので人もいっぱいいる公共の場所だから大丈夫とも思って、7時か8時ぐらいに待ち合わせしたと思うんですけれども、夕食を食べてその後ね飲みに行こうということでパブ集合だったと思います。クリスの第一印象、本当に写真そのままでした。そして優しそうな人だなと思ったのは今でも覚えています。でこの日実は私たちは初対面でパブでほぼ3時間ほどただただ話をして過ごしたんですね。どちらかというとクリスが聞き役、なんかどうして私がオーストラリアに来たのかとか結構質問をされて、でその話を聞いてもらっていたっていう印象が強いですね。で3時間が一緒に感じたぐらい楽しかったのと、居心地が良かったのは今でもね本当に覚えています。その後2回目のデートはオイスターバーに行きました。それでね楽しかったんですけれども、でもなぜかねその後なんとなくクリスからの返事が遅くなったり、ちょっとね遠のいた印象があったので、あ、そっかダメだったのかって私はね思ってたんです。私はね割と好印象だったので、残念だなと思いつつ、結局3週間ぐらい全然連絡しなくって、もう終わったなと思ってたその3週間ほど経ったある日にクリスからねいきなりまたメッセージが来たんです。でその内容も覚えてるんですけれども、家の建築うまくいってるかっていう内容だったと思います。ちょうどねその時私が自分の家を建てるためにちょうど土地を購入したあたりだったんですね。でもちろんその過去2回会った時とかメッセージの中でその情報ももちろん言っていたので、なんかそれで僕もねそのプロセスを経験しているから、もし相談があれば乗るからいつでも聞いていいよっていう感じのメールだったと思うんですよ。でなんでまたそのメッセージが来たのかなって思いながらも、少しずつまたねやり取りする日々が続いたんですね。そしてねここで運命の日が訪れるわけです。それは私たちがね共に大好きなアデレードフリンジというイベントに一緒に出かけることになったんですね。なんと3回目出かける日があったわけです。そしてそのねアデレードフリンジの日、少しね天気が悪かったんですけれども、まさか雨が降るとはちょっと思ってなくって、私傘も何も持って行ってなくって、そしたらもうその突然のね土砂降りの雨になったんですよ。本当に土砂降りので、その土砂降りの中もうチケットを取っていたので、30分ある外の会場で開催されているコメディショーを一緒に見たわけです。クリスはねコメディとかもねめちゃくちゃ大好きで、確かに土砂降りだったし、無料でねもらったペラペラのカッパだけをかぶって見たショーだったんですけれども、なんかね逆にねそれがねなんかすごい私は面白かったんですよ。でどうやらそれがクリス的にはすごい好印象だったらしくって、なんかこの状況を普通の女の子だったら雨が降ったら嫌だとかって
言いそうなその状況を一緒に楽しんでくれたっていうのがなんかすごいね嬉しかったみたいで、なんかそれがねすごく好印象に転んだそうなんです。その日に一気に。で実はその後から聞いた話、その3週間ね連絡がなかったその間のことをね聞いたんですよ。全然連絡いきなり来なかったけど、それは何だったのって聞いたら、やっぱり少し日本人である私を警戒していたようだったんですね。なんかみんなに同じように接しているんだろうなって、みんなに同じように優しくやってるんだろうなって思った。なんでやねんって思ったんですけど、なんかクリスはそのアジア人とデートした経験は私と出かけるまで一度もなかったようで、じゃあそもそもなんで私をイエスにスワイプしたのかって聞いたら、それはなんとなくだったそうなんです。で今でもそのクリスの友人の間では、クリスがアジア人とお付き合いをしていることを信じられないっていう人がまだいるぐらいで、まさかのね展開だったそうなんです。なので少し警戒していたみたい。でもこのフリンジの日に全てがね変わったって言ってました、本人も。そしてその変化は本当にね私でも気づくぐらい凄まじい変化で、そのコメディーショーが終わってからもまずもう一軒飲みに行こうと、そのびしゃびしゃのねお互いびしゃびしゃの服のまままたパブへ行ったんですね。なんかそれもすごく楽しかった。でそしてそこからもう毎日怒涛のメッセージのやり取りがあったんですね。なんかもうお互い時間があれば少しでもお互いを知っていくためのメッセージのやり取りをして、本当に例えば早出で仕事が終わって5時ぐらい、夕方の5時ぐらいからメッセージ始めて、もう夜11時半とかぐらいまでもうずっとメッセージのやり取りをしてる。でそれがなんかもう楽しくって、なんか本当に寝る直前までやってたのをすごく覚えてます。でご飯に行く、ハイキングに行くなどのその何回かのねデートを重ねて、で今に至るわけですね。でその中でも話をしていく中で、いろんなお互いの趣味とかそういうの知っていくじゃないですか。で趣味もね結構合致したんですよね。でまずハイキングとかそういうアクティビティも好きで、私の中で一番好印象だったのがやっぱりキャンプが好き。私も何回も空とねソロキャンピング行ってたぐらいキャンプ好きだったし、で空といろんなとこ行きたい。で私がその女一人でも安全にキャンプできるようにっていうのでプラドにアップグレードしたぐらい、もうどんどんキャンプに行こうと思ってた時だったので、そのキャンプが好きで、しかも私一人でもキャラバン買おうと思ってたんですよ。そのキャラバンを牽引する技術を身につけて、一人でその小さいね一人用のキャラバンを買って行こうと思ってたぐらいだったので、そのクリスがキャラバンも牽引できる、そういうのをよく知ってる、車のこともよく知ってる、もうそれだけでねどんどんね好印象に変わっていきました。でそのキャラバンで私がその新婚旅行にね行こうとしているルートがあるんですけれども、実はそれはクリスがその10年前に行ったことがある同じルートをね辿ったことがあって、でそれもクリスがもう一度行きたいと思ってる、本当に同じルートだったんですね。だからそういうのも全部合わさって、なんかこの人いいなって思うようになりました。やっぱり趣味が一緒ってねすごく大事かなと思うんですよ。やりたいことが一緒で、やっぱりそういう人とだったら休日もやっぱり一緒に楽しめるし、そういうね趣味が一緒っていうのはとってもね、大事なね要素になったと思います。まあね、出会い系サイト始めた頃はね本当にこんな出会いがいつかあるなんて思ってもなかったし、信じてもなかったんですけど、まさかの将来ね結婚するだろうという人と出会うことがねできました。今時出会い系サイトなんて、珍しくないよって思うかもですけども、私にとっては結構冒険で、さらには異国の地だったから
ものすごくね警戒してたんですよね。アジア人っていうことで舐められたらいかんっていうのもあったし、でその言葉の壁もあったから、なんかうまく伝わらなかったりしても嫌だなと思ったりで、向こうの言ってることがわからなかったりとかして、なんか会話がうまくいかなかったらどうしようとかっていうなんか不安もあったし、だからそういう意味ではクリスは本当に聞き上手で、最初からで割とそのリラックスさせてくれて、で私の言ってることを一生懸命理解しようとして聞こうとしてくれたのがすごく分かったので、私もねなんか喋りやすかったです。それはすごく好印象でしたね。それぐらいね警戒してたんですけれども、結果オーライで何よりだなと思ってます。そしてね、これから二度と出会い系サイトのお世話になることがないように心から祈っております。これがね、私とクリスの出会いです。いかがでしたか？意外でしたかね？そんなことないかな？結構皆さん予想ついてたんじゃないかなと私はね思うんですけれども。はい、ということでクリスとのね出会いをお話ししている間にワインのシーンも終わり、無事に今日の自分の好きなワインも見つけて購入することができました。本当にね素敵なワイナリーでした。予約していってたから絶対ね座れると思ってたんですけれども、予想以上に人がいっぱいで寒いと思ってね暖炉のそばの席をお願いしますっていうことを言ってたんですけれども、結局あったかくって室内にいたら暖炉はねついてなかったですけれどもね、雰囲気はねとってもいいワイナリーでした。日本人のスタッフの方にもね会えたし、とてもね楽しいひとときを過ごすことができました。それではね、犬が待っている家に帰りたいと思います。これがね今日購入したワインなんですけれども、私赤はね1種類しか飲まないんですけど、このピノノワールがねめちゃくちゃ美味しくてね買ってしまいました。せっかくねパパとママと一緒に入れる日曜日に私たちがねワイナリーに行ってしまったので、お留守番をねしてくれてた犬たちのためにも今からドッグランに行ってね思いっきり走らせようと思ってます。Are you okay? I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. 2回に分けてお送りした寒い冬アデレードで楽しめるアクティビティ2つねお届けしました。前回のハイキング、そして今回のワイナリー巡り。
皆さんはどっちをおすすめしますか？どっちに行ってみたいと思いますか？またね、コメント欄で教えてもらったらとっても喜びます。それでは最後までご視聴本当にありがとうございました。ではまた次回の動画で。バイバイ。